色について本当に理解していますでしょうか？多くの人は好きな色とかなんとなく似合いそうな色で映像を作っているんじゃないかなと思います。でもですね、それって本当に正しいのでしょうか？知らないまま感覚で作るか、それとも意図的に見せるか。多くの映像クリエイターがなんとなくの感覚で色を選んでいます。一方でトップクリエイターたち、こちらはですね、色を戦略的に使っているんです。映画、CM、MV、どれを見ても配色には必ず意図があります。もしあなたが何か映像で物足りないなと感じているなら、それはもしかしたら配色が原因かもしれません。でも大丈夫です。色彩は基本を理解するだけで映像のクオリティが格段に跳ね上がります。本日のテーマは映像で人の心を動かす色彩配色。これを学べばですね、あなたの作品は何かいいから圧倒的に見せる映像に変わります。はい、どうも映像クリエイターのしゅんです。本日なんですけれども、僕たち映像制作者にとって超重要、超基本かつ超重要な色彩配色、こちらについてじっくり話していきたいと思います。これですね、正直なところ本当に基礎中の基礎なんですけれども、意外とここが抜けている人多いんですよね。例えば色彩の使い方一つで、動画の見る人の感情を操れたりですね、視線誘導することができるんですけれども、これを知らないまま本当に感覚だけで作っていると作品がどうしても平凡に見えてしまう場合がございます。でもですね、安心してください。色彩のですね、基礎っていうのは本当にめちゃくちゃ簡単です。この基本をですね、理解するだけで皆さんの作品は格段にクオリティがぐっと上がると思います。色彩配色を制するものは映像を制する、それぐらいですね、大事なことになってくるので、そんな感覚をですね、今日は一緒に学んでいけたらなと思います。それでは始めていきたいと思います。まずですね、最初に色彩の基本的な考え方についてお話ししていきたいと思います。実はですね、色彩って3つの要素で成り立っているんですよ。これもう皆さんご存知かもしれないんですけども、まず色相、彩度、明度、明度とか輝度とか言ったりするんですけれども、こちらの3つで成り立っています。色彩っていうのはですね、簡単に言うと色の種類ですね。こういった色相環のようにですね、青とか赤とか黄色とか、まさにその色自体のですね、ことを色相って言います。次に彩度なんですけども、こちらが色の鮮やかさになります。例えばですね、めちゃくちゃ派手な原色から、こういったくすんだ色までですね、その鮮やかさの度合いのことですね。派手にしたい時は高彩度、落ち着かせたい時は低彩度っていうように使うっていった感じになります。最後に明度ですね。こちら明るさになります。明るい色を使うと、軽やかな感じになります。一方で暗い色だと重みのある重厚感のある深い感じになります。これら3つの要素をですね、うまく組み合わせることで映像全体の印象をガラッと変えることができるんです。はい、今ですね、3つの要素をお話ししてきたんですけども、じゃあ次に実際どんな効果が出せるのかっていうところ、こちらを具体的に見ていきたいと思います。はい、まずですね、コントラストの使い方なんですけれども、これがですね、すごく大事です。例えばですね、暗い背景にめちゃくちゃ明るいものを置くとですね、当然なんですけれども目立ちますよね。夜景の中で光るネオンサインとかまさにそうだと思うんですけれども、視聴者さんの目線をですね、引っ張っていけるんです。それから色って実は感情にも影響します。例えば青を使うとですね、冷静な感じとか安心感が出るんですよ。逆に赤を使うと、情熱、熱い感じとか緊張感とかそういったものを出せます。これを意識して使うとですね、見ている人の気持ちをですね、うまくコントロールできるようになります。あとすごく大事なのが統一感、こちらになります。特に企業のブランド映像とか CM を作るときはこの統一感がめちゃくちゃ重要になってきます。はい、ここからが本題なんですけれども、じゃあ実際にどういう配色を選べばいいのか、よく使われるパターン、こちらをご紹介していきます。まずですね、基礎ですね、モノクローム配色、こちらになります。モノクロっていうのはですね、単色という意味でですね、あくまでグレースケールではないので、そこを切り離して考えてください。これはですね、一つの色を基調として明るさとか鮮やかさを変えて使う方法、こちらがモノクローム配色になります。シンプルでですね、やっぱり洗練された印象を与えられるっていうのが特徴になりまして、モノトーンの映像とかですね、企業カラーを生かしたブランド映像などにはですね、めちゃくちゃ最適な配色パターンになります。次にですね、カマイヨ配色、フォーカマイヨ配色っていうのがございます。こちらですね、モノクローム配色にすごく近い形にはなるんですけど、ほんの少し違いをつけたものにですね、カマイヨ配色とフォーカマイヨ配色っていうのがございます。はい、カマイヨ配色なんですけれども、色相はですね、統一しながらも、微妙なトーンの差をつけていく配色になります。
遠くから見るとですね単色に見えるんですけども、近づいていくとわずかな色の違いが分かるといいますか、落ち着いた印象の中にさりげないおしゃれさを演出できる、そういった配色が釜湯配色になります。一方でですねフォー釜湯配色、こちらに関してはですね釜湯配色よりも少しだけ色相の幅を広げたもの、単色に近いけどより豊かな色の変化を持たせることができる配色になります。自然な統一感っていうのを保ちつつ、新鮮さとか動きとか、そういったものを感じさせられるのがフォー釜湯配色になります。こちらの2つはですね洗練された映像とか、エレガントなちょっとブランディングイメージ、そういったデザインにですね向いている配色なのかなと思います。はい、一方でですね配色真逆に言ってですね補色配色っていうのがございます。いわゆる補色関係、色相関で反対に位置する色の組み合わせ、それをですね行う方法になります。例えば、青とオレンジとか赤と緑とか黄色と紫などの組み合わせのことを補色配色って言います。補色の関係にある色を使うとですねコントラストがですねめちゃくちゃ強くなります。目を引くインパクトのある映像とか、そういった時にですね使える配色になってきます。例えば広告とかエンタメ系の映像とか派手な演出をしたいシーンとかにですね最適な配色になります。あとはですね三角形配色、トライアドっていう配色になるんですけれども、色相関上でですね均等に配置された3色、こちらを使う方法になります。例えば赤、青、黄色とか紫、緑、オレンジとか、そういった組み合わせが代表例になります。そういった配色を使うとですね映像にカラフルでポップな印象を与えることができます。明るく楽しい印象を与えたい映像であったりとか、子ども向けとかエンタメ系とか、そういったコンテンツに適している配色になってくるんじゃないかなと思います。それ以外いろいろですね配色ってあるんですけれども、代表例としてですね今挙げたものっていうのはしっかり押さえてください。実際の映像制作での使い方っていうのをこれから見ていきたいと思います。まずですね背景と前景のですね分け方なんですけれども、これ実はすごくシンプルなんです。明るさとか鮮やかさとかっていうのを調整意識するだけでですね被写体をくっきり目立たせることができます。あとはですね特定の部分に注目させたい時とかあると思うんですけど、視線誘導させたい時っていうのがあると思うんですけれども、色を工夫するだけで OK です。例えばですね全体的に落ち着いた色使いの中で、一部分だけ鮮やかな色っていうのを置くとやっぱりそこに自然と人間の目っていくんですよ。それからですねこれも超重要なんですけれども、明度計画っていうのがございます。皆さん明度計画ってご存知でしょうか。映像をですね白黒にしてもらうとですねどこが目立っているのか、どこを目立たせるべきなのかっていうところがはっきりわかるんです。色彩配色、明度計画、こちらの2つをですね意識している人たちは、必ずですねこれを編集撮影の段階でチェックしています。ここからはですね実際の作業でですね具体的なテクニックご紹介していきたいと思います。まずはですねグレースケールでのチェック方法ですね、こちらをご紹介していきます。はい、まずはグレースケールでのチェック方法についてですねご紹介していきたいと思います。これですね本当にすごく簡単なんですけれども、こちらダヴィンチリゾルブ使っていきます。色をですねこちらのサイドの部分全部抜いてですね白黒で映像を見てください。そうするとですね映像の強弱がはっきり分かるようになります。普段何気なく作っている映像もですね白黒にしてみるとあれここ見にくいなみたいな、そういったところが気づくことが多いです。例えばですねこういった人物にフォーカスを当てたいシーンがあったとしてですね、カラーを見ている時はめちゃくちゃいい感じだなと思っていても、実際白黒にしてみるとですねあれ意外と人物と背景の明るさが一緒ぐらいで全然目立ってないじゃんみたいなことってよくあるんです。これですね実は先ほどお話しした映像の明度計画っていうところですね、ここが重要な部分になってきます。やっぱり人間の目って明るさの違いにすごく敏感なんです。だから視聴者の目線をですね誘導したい場所はですね周りより明るくしたり暗くしたりしてコントラストをつけるってことを意識してください。ダヴィンチで具体的に確認していくんですけれども、まずは編集ソフトでグレースケールした映像ですね。ここでですね次の3つのポイントをチェックしていきます。1つ目はですね一番伝えたい要素がちゃんと目立っているかどうかですね。例えばインタビューシーン、こういったインタビューシーンであったらですね話している人の顔がしっかり、はっきり見えているかっていうのを確認します。で次2つ目ですね、画面の中の明るさの強弱がちゃんとついているか、コントラストがついているかってところですね。全部同じような明るさだと平坦で退屈な映像になっちゃうんです。3つ目ですね、視線誘導の流れになります。明るい部分から暗い部分への変化でですね視聴者さんの目線をですね自然に誘導できているかどうかっていうところを確認します。もちろん構図とか
色味とか、そこら辺で視線誘導したりっていうのは大前提あるんですけれども、ここの明度っていう部分もですねこう視線誘導する上ではですね大事な一つの要素になってくるので、非常に意識しておくべき要素になります。例えばですね夜景を撮影したシーンとか照明を使ったシーンはですね特に注意が必要で、カラーだと綺麗に見えてても白黒にした瞬間におっとってなることが、多々自分もございました。ここでですねさらに超重要なポイントなんですけれども、そもそも明度計画ってですねやっぱり撮影の時点で意識しておくべきことなんです。後から編集で直すんじゃなくてライティングの段階でしっかり作り込んでおく必要はあります。僕もですね最初は編集で何とかしようとしたんですけれども、ライティングでしっかり明暗をつけておいた方が断然仕上がりは良くなります。例えば人物撮影だとですねメインライトを当てる位置でですね全然印象が変わってくるんです。例えば本当に極端に言うと人物を目立たせたい時はスポットライトを使って背景よりもぐっと明るくした方が目立つと思いますし、逆にシルエットを作りたい時は背景をぐっと明るくして被写体を暗めに、立体感を出したい時は背景に柔らかい光を回していってちょっと明るくしてあげるとか、そういった工夫ですね。本当にシンプルなんですけれどもすごくいいテクニックになります。ここら辺ライティングの話なんであまり深いところまでは触れないんですけれども、感情表現にも光って使えますよね。例えば緊張感のあるシーンをつけたい時はですねコントラストを明暗差はっきりつけてコントラストをこう強くしたりですね、反対に温かい雰囲気を出したい時は全体の明るさの差を控えめにする、そうすることでこう見ている人の感情にもですね自然に訴えることができます。ここら辺はちょっと明度計画と、ライティングの話になってくるので、要するにグレースケールでのチェックっていうのは大事になります。編集の段階であくまでも確認の意味合いでチェックするっていうのが強いです。撮影の段階でやっぱこのライティングでちゃんと伝わるかなっていうのを考えながら組み立てていくのが理想になります。編集の段階で明るさを調整していくのはあくまでも微調整ぐらいに留めておいた方が良いですね。最初から狙った通りの明暗がつけられるなら編集もすごく楽になるし、何より映像のクオリティも全然違ってきます。次にですねグレースケール確認した上でカラーグレーディングについて少しだけお話ししていきたいと思います。サイド調整なんですけれども色の強さをですね変えるところから始めていきたいと思います。派手にしたい時はフューバーサスサイドでサイドを上げていって落ち着かせたい時には下げる、シーンの雰囲気に合わせて調整していくことが必要になります。色相調整に関してはヒューバーサスヒューのカーブを使うんですけれども、これがすごく便利で、例えば空の青さとか強く強調したい時とか、肌の色を自然に見せたい時なんかにはですねヒューバーサスヒューをですね、重宝します。また明度計画明度調整に関してはリフトゲインガンマを使ってですねコントラストの調整をしていくんですけれども、明るい部分中間的な明るさ暗い部分、そういったところを個別に調整できるのがこのパラメータになります。またですねカラーグレーディングに関してはちょっと別の動画で詳しくご紹介していきたいと思っておりますのでそちらもぜひご覧ください。本日はですね色彩配色についてかなり詳しくお話ししてきましたけれどもいかがだったでしょうか。最初はやっぱり難しく感じるかもしれないんですけれども少しずつ試していけば確実に上手くなっていきます。そういった少しずつの意識の変化ですね意識を変えることで、映像におけるですね色の使い方、色彩配色明度計画っていうところがですねどんどん上達していくと思いますので皆さんもぜひよかったら試してみてください。ちなみになんですけども、こういった色彩検定っていうのございまして、こちらなんかファッションであったりとかインテリアコーディネーターさんとかがですね受ける試験になるんですけども、ここら辺のですね勉強をすればですね色彩のことについてですねより詳しく知れます。僕もですねこの色彩検定受けてまして、3、4年前ぐらいにこういったですね色彩コーディネーターの資格も取ってます。もし興味があればですねぜひこちら色彩検定の、本書籍もですね、概要欄に貼っておりますのでぜひご覧ください。こちら確か年何回か試験がございますので、3級からあるんですけれども勉強すればですね皆さんも映像をやっているのですごく馴染みのあるというか理解できる内容になっているのでご興味があればぜひ受けてみてはいかがでしょうか。今後ですねよりカラーグレーディングについてであったりとか、そういった動画をですねどんどん上げていきたいなと思っておりますのでもしよければチャンネル登録をよろしくお願いします。本日の動画いいなと思ってくれた方はですね高評価とコメントもお待ちしております。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。